皆さんこんにちは、のらんです。今日は、前回のお着物の進捗のご報告の前にですね、ロックミシンの糸換えをしようかなというふうに思います。前かなパンドラハウスさんで、ロックミシンの糸を買ったお話をしたんですよ。今までは普通の白い糸を3本使ってたんですけれども、ロックミシンを使うときわざわざ糸換えを本来するものなのかどうかはわからないんですが、正直糸換えがとてつもなくめんどくさいので、黒っぽい布でも白っぽい布でも、柄物でも、割と汎用性が高い糸にそもそもしてしまえばあんまり気にならないのかなというふうに思って、薄茶色というかね、黄土色というか、割とどれでも使えそうな感じの糸を買ったんですね。で、もともと2本買ってて、パンドラハウスさんに、店頭在庫がなくなっちゃったので、一旦置いといたんですが、この前見たらですね、補充されてて、なので最後の1本買ってきて、これで3本揃ったのでね、ロックミシンの糸換えをまずはしていこうかなというふうに思います。ロックミシンの箱というか側というかカバーなんですが、もともとね、ロックミシンを買った時はビニールっぽいカバーがついてたんですよ。半透明のね。ただ毎回それかぶせるのもちょっとめんどくさいなって思いつつ、一応でもかけてたんですけど、そしたらですね、下にちょっと隙間が空いてて、そこにね、猫が入り込んでね、遊んじゃったんですね。で、糸がもうひっちゃかめっちゃかになって、一回なので、完全に不透明で下まですっぽり入るカバーを作ったんですよ。作ったんですけど、そのぐらいじゃ猫は入りますよね。もう一回入られて、またぐっちゃぐちゃになっちゃったので、もう最終的には段ボールでもうガボッともう絶対入れないようなカバーを作りました。作ったって言っても段ボールなんですけど、で、一応ちょっと段ボールのままだとね、さすがに見た目の圧迫感がすごいので、100均でリメイクシートっていうんですかね、白いリメイクシートを買ってきて、それを外側に貼ることでね、一応今のところは、猫の被害はない状態が確認できました。上には登られちゃうんですけど、一応猫がね登る程度では箱がひちゃけないので、一旦これで様子を見ようかなというふうに思います。なかなかやっぱね、猫をしかも2匹も飼ってると、この辺の手芸絡みの悩みっていうのはおそらく今後も尽きないんだろうなと思いつつ、徐々にねいい関係性というかね、対処法を考えていきたいなとは思います。で、今回ももう本当にロックミシンの糸通しは難解でした。もう毎回取扱説明書を見ながら、一応多分これで大丈夫なのかなっていう風に糸を通していて、もうね、あとそう絶対監視いりますよ。これハサミ型のね糸をつまむやつですけども、もう監視がないと絶対にこれ作業不可能だなって思いますね。で、なんとか通して、試しの布で何回か縫ってみて、糸調子をね調整して、私はもうドール服を作ることにしか基本ロックミシンを使わないので、なんて言うんだ、糸幅っていうとちょっと変ですけど、ロックの幅もう完全ドール服用に細めに設定しているので、結構ね糸調子も若干シビアなんですよね。ちょっと強弱つけるだけで本来の理想形にならないので、なかなかちょっとシビアなんですけど、一応なんとかその辺の設定も終わって、ロックミシンがね一応こんで使えるようになりました。はい。で、いよいよお着物の話です。これは、だいぶ前、夏ぐらいかな、に作った浴衣なんですけれどもね、ちょっとせっかくなので、セーラーシーちゃんにちょっと来てもらいましたけど、こうなってるってことはね、まだ完成してないんですけれども、現状のね、進捗をお話ししようかなと思ってます。すこぶるよろしくないです。大失敗をしました。今日ね、どうだろう、2時間以上はね多分作業したと思うんですけど、もうほぼほぼ無に帰りましたね、今日の作業が。なんで今すごい心が折れてる状態です。で、どう失敗したかっていうのもね、もう今日はねお話ししようと思って、この失敗したやつをね今ここにあるんですけれども、何を間違えたかって、この、お着物の
この袖の部分ですね。ここの部分なんですけれども、要は前後をね間違えたんです。型紙のねこういう風になっててプリンってなってるじゃないですか。でこれが本来はお手手側なんですよね。こっからこうピュッと手が出る形になるんですけれども、まんまとこれをね逆につけたんですよ。これ袖口から出るこうお着物のこういうね2枚目っていうんですかね、下に着るお着物の柄がチロッと見える感じなんですけど、これが本当ならこのカーブかかってる方につけなきゃいけないのに、完全にこれの前後を間違えました。でこれにね気づかずにさらに着物に縫い付けるところまでやって、あれなんかおかしいなってなったんですよ。袖口全部ガバッと開いてんじゃんってなって、あれどういうことだろうって思って、あ、これ逆じゃんってここで気づきました。結構ね進んで、いい調子じゃんってなったところでねこの気づきだったのでね、もうほんとショックでやめよっかなってやめよっかなって思いましたね。本当に。いやー、やっぱ着物は難しいなーってすごい思いました。でもね、なんかほどこっかなって思ったんですけど、こうやって切っちゃったりしてるので、もうほどいてもね使えないんですよ、これが。なので今日の成果としてはね、もうこんだけですよ。もうほんと10分で終わるじゃんっていう作業しか結局今ね手元に残ってない状態で、ここが首周りかな、こういう風にね首周りになる部分だと思います。でこれが本当ならこの袖口のね後ろ側にチロンと見えるところかな、こういう風になんだと思うんですけど、もうこんだけしか今日はね進まなかったっていう感じになっちゃいました。でもうねこれこのままだとすごいオクラに入れそうだったので、もう一応勇気と気合を振り絞って、残ってる布でね一応裁断をし直しました。これねなんで一応切ったんですよまた。なんで今回ちょっと、ダメになっちゃったお袖の部分を2枚と、あとは身ごろの片側を切りました。なんとかね足りましたね。よかったです。今回大きめの歯切れをね買っておいてよかったなって思うんですけど、もうね残りがねあんまないんですよ。こんだけしかないので、もうあんまりね失敗が許されないです。次失敗したらちょっと諦めようかなって思いますけど、ちょっと一旦はねなんとか持ち直したいなと思ってるので、切るとこまではちょっとしておこうと思って切っておきました。なんですけど、とはいえやっぱね2時間半のロスはねだいぶこう心にダメージを食らってしまったので、ちょっと一回またワンピースを挟もうかなって今ちょっと思ってます。よいしょ。はい。で一回何を挟むかというとこちらなんですけれども、私基本ねお人形はこんな感じで保管を普段しています。これ100均のねセリアで買ったケースですけれども、こちらのサイズはねちょうどミディちゃんが2人入るので、ミディちゃんはこんな感じで保管をしてます。でついね先日髪の毛をちょっとね整えたので、今ねすっぽんぽんで申し訳ないんですけど、こんな感じでですね、はい、ここに入っているのは、キュートリトル D ちゃんとイエローマシュマロちゃんが入ってます。で髪の毛をねちょっと整えて、こんな感じでね癖付けこういう風にねしてる状態です。多分ねもう完全に綺麗になったと思いますけれども、去年ねあんまりミディちゃんのお洋服を作ってあげられなかったなって個人的に思ってるのと、やっぱりね私の原点というかねドール道に連れてきてくれたのはミディちゃんなので、ちょっとやっぱね久々にミディちゃんのお洋服もね作りたいなと思って、また定番のワンピースにしちゃうかもしれないんですけれども、ちょっとせっかくねロックミシンを糸を変えて整えたので、それのね検証もしたいので、ちょっと気晴らしも兼ねてミディちゃんのワンピースでも作ろうかなって思ってます。もちろんねお着物も並行して作業していきたいなとは思ってますけれども、ちょっとミディちゃんのワンピースと、お着物をね
次はね、作っていきたいなというふうに思ってます。いや今日はちょっとなんかテンションのあまり上がらないというかね、ちょっと残念な報告だったといえば報告だったんですけれども、まあね、こういう日もあるということですよ。やっぱり失敗もいっぱいしてるという事実も事実なのでね、こんな感じで失敗しながら作っているのも含めてね、皆さんにお届けしていきたいなというふうに思います。次回はうまくいくといいなということで、本日はねロックミシンの糸換えとお着物の進捗報告をしました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。